空が青いなじゃあね、今日買った草こちらを堆肥ボックスの方に移します。はい、おはようございます。今日は、5月の27日水曜日でございます。もう5月終わりですね。早いですね。ということで、今日はねちょっと曇りなんですが、気温は高いということで、フットラボの方のね、ビニールハウスができまして、で温度計を全部ねあっちこっちに設置して、はい、やっとね、それらしくなってきたんですが、でこれがねスマホの今温度計のデータなんですよ。この一番高いやつが、ビニールハウスの天井付近の温度で、下の方がですね苗付近の温度、それと外気温、そして、溶液タンク内の水温、そして、の5個かということで、こういうデータが取れるわけですね。はい、で一番この、温度幅が高いのがやっぱビニールハウスの天井付近は、50度近くまで上がって、そして、夕方になると下がってくると。あと土の中のね温度も測ってます。はい、ということでね、今これ農業×AI で、ラズベリーパイ×ノードレッドプラスコーデックっていうことでやったんですが、で今同じ Wi-Fi 環境内、いわゆるフットラボの、家の中敷地内、であれば、N グロックっていうね、Wi-Fi、例えばスマホで Wi-Fi でデータを見ることもできるし、ポンプ操作もできることがあるんですが、例えばここリサイクルショップ来るとですね、遠隔で操作ができなかったんですよ。できると思ってたんですけど、いわゆるその Wi-Fi 圏外から外れてしまうとできなかったんですが、今ねこれね、ビニールテールスケールというねVAN バンっていうね、アプリを使いますと、いわゆる外ここでもね、遠隔操作ができるということでございますんで、それを入れました。はい、ということで、北海道にいてもですね、沖縄にいてもですね、もうフットラボの気温が確認できると。で気温も確認できるんですけど、CSV データつってもう今毎日ですね、5分おきに温度を測定してでデータとして今取ってますんでね、はい、今後のね AI 解析に役立てたいと思います。ということで、あと昨日ね、突然フットラボの方に、ある方が現れまして、近所のトマト農家さんなんですけど、YouTube を見ていただいて、来ていただきました。はい、いろいろね私も農家さんの実情も知らないのでいろいろ教えていただきましてありがとうございます。またね、機会ありましたらね、顔出してください。はい、いろいろ情報交換もねさせていただければなと思っております。ということで、フッツを盛り上げる仲間コミュニティっていうのも立ち上げましたんで、もしよろしかったらね皆さんこの下の概要欄からね、オンラインサロン、がありますんで、そちらの方に入ってみて情報交換してみてはいかがでしょうか。ということで本日もよろしくお願いします。人血。はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、それではね、よいしょっと、こちらが
ちらがですね、はい、照度計、光センサーになります。このね小さな基板、こちらがですね、光をセンサー感じて、照度を測ると、単位はルクスで、測ると、こういうものでございますんでね、これもねラズパイに接続するために、今からねこちらのピンをねハンダ上げしていきたいと思います。ということで、はい、じゃあね、基板ちっこいんですよこれ。もう老眼の俺には結構きついんですが、ハンダ上げしていきます。はい、じゃあね、ハンダ上げ終わりました。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、髪切ってきちゃいました。イオンのところのね、イオンじゃねえカインズのところのね、1500円カット、はい、これ、一瞬で枯れるんでね、いつも言ってます。はい、ということで、今日は午後帰って、そうですね、トマトとねナスの苗をまた置いて点滴の、セットしてね溶液システム、はい、これを続きやりたいと思います。はい、それとね、さっき作った温度センサーじゃねえや、光センサー、衝動計ですかね、こちらもね、設置していきたいと思います。ということでありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということでドローンいたします。ドローン、はい、こちらが内弁慶茶屋。いやー美味しかったですよ。美味しかったっていうか今から食べに行きます。知ってる？知らないでしょ。じゃあ中山君1個食べてくださいよ。いただきます。いただきまーす。じゃあ。これ美味しそうですね。この見てください。光沢。食レポ期待してますからね。どうよどうなの？生地はカリカリで、おお、ニンニクの風味が広がって、本当にニンニクがすごいパンチがある。しらすのペペロンチーノ。これがしらすのペペロンチーノです。いやーうまそう。ああ、これか、すげえな。これ映像じゃなかなか伝わんないんだろうな。すごっ。わあ、すげえ。すごっ。ねえ、うわ、すごいわ。ねえ、だってちょっと引っ掛けは崩れるで。ランドマークになりますよ。いや、なりますよね。は普通にあるんですかね。すげえな、よく切り立ったな。あとは
アイスクリーム乗ってるものとかもありますよ。コーヒーフロートとか。コーヒーフロートいってる？あ、じゃあお願いします。コーヒーフロート2つくださ。はい、ありがとうございます。でこれオンオフやってた。あ、じゃあそうなんだけど、これをこうやって切れてるでしょ、はい切れてると回んない。それでおーこれ入れて赤いくっつくでしょ、んでこれ押すと動く。おーはい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、ちょっとね、今日午後ですね、はい、ちょっとフッツラボ戻ってきてビニールハウスの工事ねやろうと思ったんですが、実はですね、内弁慶茶屋リサイクルショップの近くにある内弁慶茶屋さんね、にランチに行きましてですね、はい、まあちょっと取材させていただくことになりましたんで、取材させていただいたのと、あと富津で有名なね切通トンネルっつってね、はい、そちらに、ちょっと今日は観光と、グルメの紹介ということで今日は終わりにさせていただこうかなと思います。ということで富津にはねまだまだいろんなですねいいところがたくさんあります。はい、ですのでね、皆さん、お越しの皆さんはね、いっぱい楽しいところがありますんでね、ぜひ、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。ニンゲッツ。Are you seeing this? Everything's alive. It's like the wall's telling its own story.